皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による領土拡張のその実例について取り上げていきます。なお、今回のニュースの舞台はインドです。私のチャンネルではインド軍と中国軍がカシミール地方で衝突し、それによって両軍の兵士が亡くなったことなどをお伝えしましたが、その話の延長線上だと思ってください。ただし、インドにおいても中国との国境は非常に広く長いものですから、今回の舞台はそうした軍事衝突が起こっていない場所において中国側の領土拡張が進んでいる例を取り上げていきます。日本にいるとこうした領土拡張の話というのは何か特別な出来事として語られることが多いわけですが、しかし実際問題として考えれば、南シナ海では中国は岩礁などを埋め立ててそこを軍事基地化するなど領土拡張の行動というものを実際に行っています。そして今回の話というのもインドという大国に対して行っているものであり、相手の国が小さいか大きいかではなく、中国はあまり気にしていない、もしくは気にしていたとしてもその軍事行動のレベルを下げるという程度であって、領土拡張の野心そのものについては隠す気がないということがわかります。それではインド中国国境において中国側が領土拡張を進めているというニュースをどうぞ。中国、インド北東部に村建設。ヒマラヤ地域で領土拡張続く。中国がインド北東部アルナチャルプラディシュ州で約100棟の居住施設とみられる建物を設置したことが衛星写真の分析で明らかになった。今回の記事の村が建設されていることが分かってきたのは、インド東部のアルナチャルプランディシ州のアッパースマンシリ県というところです。以前、このチャンネルでインド軍と中国軍が衝突したカシミール地方というのは、今回の場所よりもずっと西側の方です。インド北部カシミール地方の係争地で中印両軍の対峙が続く中、両国の新たな火種となる可能性が高い。実効支配域を徐々に広げる手法は、東シナ海や南シナ海と同様で、ヒマラヤ地域でも中国の拡張主義が改めて浮き彫りとなった。複数の施設が設置されたのは、同州のアッパースバンシリ県。同州はインドが実効支配するが、中国も増南、南チベットと呼び、領有権を主張する。インド民放 NDTV によると、建設地点は両国の事実上の国境である実効支配線 LAC からインド側に約5キロほどの地点で、昨年11月の衛星写真では密集した建物があるが、2019年8月時点では存在しなかった。施設の詳細は不明だが、同時に道路などのインフラも整備されており、NDTV は中国が村を建設したと指摘している。インド外務省は18日、居住施設建設を否定せず、安全保障に関係するすべての展開を監視し、必要な措置をすべて講じているとするコメントを発表。アルナチャルプラディシュ州では、建設に反対する抗議デモも起きるなど、中国への反発が広がっている。中印両軍は、カシミール地方での睨み合いを昨年5月から継続。6月には衝突でインド側に20人の死者が出た。緊張緩和の糸口は見えず、両国関係は過去30年から40年で最も困難な局面とされる。居住施設はカシミール地方で対峙が始まった後に設置された可能性があり、中国にはアルナチャルプランディシ州側でもインドに圧力をかける目的がありそうだ。インドの軍事研究家、ブラマチェラニー氏は、中国は徐々に支配域を広げるサラミ切り戦術を同州で実施し、インドに対してもう一つの戦線を開いたと反発している。中国は同じヒマラヤ地域で昨年11月ブータン領内に約9キロ入った地点まで道路を造成し、途中に集落を建設したことも判明した。インド以外にもサラミを切り取るように徐々に領土を拡大させている。アルナチャルプラディシュ州での施設建設に関し、中国外務省のカシュンエイ報道官は21日、自国領土での通常の建設活動は主権の範囲内にあると主張した。まずこのニュースを読み解くポイントとしては、中国軍とインド軍は全面対決を望んでいるわけではありません。政治家にしても同じで、よし、こっから戦争へと発展させようという動きにはつながっていません。あくまでも両国の政治家は話し合い、外交的にはこの問題を荒立てたくないというのが本音でしょう。実際そのために国境線というものがちゃんと確定しているわけではなく、なんとなくこのラインで両国の国境としましょうといういわば暗黙の了解でこの両国は接しています。しかしそのような曖昧な状況だからこそ徐々にその領土を拡張していこうというのが中国側の動きなわけです。
そして話を盛りたい人にしてみれば、軍が侵攻しましたよというような派手にストーリーを作りたがるものですが、現実に起きているのはそうした軍を動員するのではなく、軍を使わない形での領土拡張というものが行われている実情です。今回の記事で取り上げられているように、ネパールやインド東部で行われているのは、そうした村を作るといった形で実効支配地域を広げるという行為が行われています。なぜそのような形で領土拡張が進められているからといえば、現代においては自分の方から軍事的な圧力をかけるということが基本的にはタブーとされているからです。ましてや今回の相手であるインドは核兵器の保有国です。つまり中国もインドも核兵器を保有しているわけで、さあ軍事力を使って威圧しようというような話にはなかなかつながるものではありません。もしも全面的な軍事衝突を招くようなことになれば、それこそ戦術核が使用される危険性がどんどん高まることとなります。ずっと戦局が膠着するようなことになればそのようなことはありませんが、どちらかの軍が一方的な展開となり相手方の都市を占領するかもしれないというようなことになれば、そのような戦術核を使うという話もあながちありえない話ではないのです。そのような状況になれば、もはや両国の指導者が事態をコントロールすることすら難しいような状況になりますから、基本的には軍事衝突をしない前提でありつつも、徐々に領土を拡張していくといういわば穏健な政策というものを取るわけです。このような戦術というのは、サラミ切り戦略と呼ばれて、記事の中で言われているように、南シナ海であろうとインド側であろうと、そして日本に対しても同じように行われているものです。この戦術を説明するとするならば非常に簡単で、まずここは我々の領土だと最初に宣言します。そこに自分たちと関係ない人たちが住んでいようと住んでいまいと全く関係ありません。中国側がここは我々の領土だというその宣言そのものがまず侵略の開始なのです。中国側がそのように宣言した地域にもともと人が住んでいるようであれば、その地域に肝心を送り込み、そしてもともといた人々というのを経済的に文化的にも宗教的にも自分たちの都合の良いように作り変えていきます。また人がいない地域に対してここは我々の領土だといった場合においては、今回のニュース記事にあるような自分たちの実効支配を広げていくという方法でその地域を自分のものとします。この説明からもすぐわかるかとは思いますが、尖閣諸島に対して取っている戦術というのもまさにサラミ切り戦略なわけです。中国は尖閣諸島について我々の領土だとはすでに宣言し終わった後で、そして我々の領土だからというそういった理論をもとにして尖閣諸島に中国海警の船を送り込んでいます。そして彼らが進めているのはこの中国海警の武装強化と、そして中国海警の武器使用に関する法律を改正することにより、より実効支配を強めようとしています。彼らの言い分は尖閣諸島は我々の領土だというわけですから、その領海に入ってくる日本の船を中国海警の武器使用をちらつかせながら排除しようという魂胆なわけです。このように中国は領土拡張の野心というものを全く隠してはいません。つい先日アメリカの国家安全保障担当官のサリバン大統領補佐官に対して日本の安全保障局長が電話会談を行い、日米安全保障条約のその適用内に沖縄尖閣諸島が入るということをわざわざ確認し、そのことを新聞報道に載せるようなことをしています。わざわざこのようなことをするのは中国側に対してのメッセージでもあると同時に、日本国内に対してもそのようなメッセージが必要だった可能性があります。というのも、バイデン大統領は中国側とすでに結託しており、尖閣諸島についてはもはや日米安全保障条約のその適用外とすることで、実質的には尖閣諸島を中国側に売り渡すのだといった主張をする人たちというのが結構います。そのためにわざわざこのような回りくどい話というものをしているのでしょう。ただし、そもそも論として尖閣諸島を守らなければならないのは日本です。アメリカは日米安全保障条約があったからといって、日本が守っていない領土を守ることはありません。あくまでも日本が守っている領土において中国側が何かするのであれば優遇となるのです。ですから日本政府が日米安全保障条約の適用内ですよねというのをわざわざバイデン政権に確認したのは、それ自体は別に悪いことではないのですが、それ以上に大事なのは日本政府が尖閣諸島を自分たちで守るのだというその行動を起こすことです。施設を建て、そして人を常駐させるというのは間違いなくこの尖閣諸島を守るためには必要な措置です。
今国会ではそうした日本が行動すべきだという話をしていたのは日本維新の会で、残念ながら菅首相自身がさあやるぞといった意気込みを全く見せてくれていないというのは今の政府の大きな間違いです。日本側が行動しないで年月が経過するということは、今回のインドで起きたような出来事というものが尖閣諸島に起こる可能性がだんだんと上がってくるということを意味します。ある日、中国側が尖閣諸島に上陸し、施設と人を配置した後に、ここは我々の領土なんだから、我々の国家主権の及ぶ範囲内において何かすることに他国が文句をつけるのは許さないというような、そのような報道官の言葉を聞く羽目になるかもしれないのです。今回のニュースの舞台はインドではありましたが、この話が日本で起こらないとは限らないということを多くの日本人はもっと知るべきだと私は思っています。そうしなければ日本国内におけるいわばお花畑と呼ばれるような、まあ何もしなければ日本は平和なままで済むよねというような、そのような危機感のなさというのが中国に付け入る隙を与えてしまうと私は思っています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。